どうも、まさるです。今日はですね、こちら矢糸旗を買いました。このサイズ40キロなんですけど、ここまでのね矢糸旗はねなかなか上がんないんで奮発してね買っちゃいました。結構でかいキッチン借りたんですけど入りきらないんで、一旦ここで頭だけ落としてそこからさばくのをね始めようかなと思います。もうねさすがにねここまででかいともうさばき方はねよくわかんないんですけど、まあ頑張ってねやっていこうかなと思います。口の中にねあざ旗がいるんですよ。これ食べられてるっていう、お食事の途中だったのかもしれないですね。でもうねむっちゃぬちゃですね。で畑の魚って結構ね鱗がねちっちゃいんですけど、ここまで大きくなるとねそこそこでかいですね。めちゃめちゃこれエラにね手突っ込むとめちゃくちゃ手怪我するぐらい鋭利なんで、一旦最初にエラからね外していこうかなと思います。衝撃の硬さ、めちゃくちゃ硬いなこれ。包丁じゃ太刀打ちできないんで電の子を借りました。これで切っていきます。手切らないように気をつけながらいきます。取れました。これですげえなあ、あざ肌が取れる。いて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 。はい、引き引きっていうのをねやってみます。鱗一個一個が硬くてこれはねちょっとね難しそうです。鱗できるな、肌とは思えねえ。ブダイぐらいでかいっすよ。これはすき引きできないわ。あ新しいねさばく道具を借りました。もうねどんどんね器具がレベルアップしていく。ちょっとこれでやってみましょう。あ、これいいわ。あ、全然違う。全部これであればよかった。めっちゃ楽。お腹の中を見ていきましょう。こいつ何食ってんだろうね。あ、臭い。でここはね多分ね包丁だと結構硬いんで、ここも電の子でいきます。電の子ねめっちゃ便利だわ。買おうかな。すごい、こうやって広げるじゃないですか。ここの身が重たすぎてめっちゃ手使えるんですよ。粘膜がすごい。よいしょ。肝臓ですね。なんか毒々しいわ。やっぱでかいと、こういう外でさばいても中まで冷やしとけば結構鮮度保てるんでいいですね。はい、胃袋これですね。でね心臓がでかい。伝わんねえか。めっちゃでかいですよ心臓にしては。ちょっと切ってみましょう。何も入ってない。胃袋だけで1キロありますよ。これ見てください。魚の骨はありますね。だいぶ溶けてる。すげえ。骨だけこんな綺麗に消化するんですね。これ食えるな。絶対コリコリしてうまいわ。でここね歯があるんですよ。ここ胃袋の先端のところに、ここにね。ほら美味しそうじゃないですかこれ。もうねここまで来ればね俺一人でもね持ち上げられると思うんですよ。あやばい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 、重たい。はい、ではここから頭を落としていきます。
でここが関節なんで、ここに包丁入れていきます。外れるはずです。でこういう家庭用の包丁でも関節であれば外れるはずなんだけどな。関節が切れないってある？ありえないでしょ。はい、反対側もね同様に落としていきましょう。よっしゃ、外れた。外れてね。よし、外れた。これはでかいでしょ。ちょっと測ってみよう。これ何キロぐらいあるのか。 16.7 キロ。ほとんど頭じゃん。よし、釜をね外していきます。よし、でっかい釜だなこれ。よっしゃ、頭割るぞ。電のこでいきます。いきますよ。開けない。ほら、すごいでっかいな。これは包丁じゃ割れねえわ。カンパチ太郎みたいなね。ということでね、頭を落とし終わったんですけど、結構ね時間が経って温度がね上がってきちゃったんで、冷蔵庫でね1時間ぐらいまた冷やしてきました。で今こんな感じです。はい、もうでかすぎるね。すごい。まあこんなもんでいいでしょう。じゃあここからね3枚におろしていきましょうか。ちょっとね切り込み入れていきましょう。こうやって。で皮がね相当分厚いんですよね。なんだこの身。縁側でかすぎでしょ。魚の背骨ってねスーってね平たく入ってるんですけど、これね骨一個一個がでかすぎてボコンボコンってなってて、すごくねさばきづらいです。血が出てくるっていう。なんか身はタラみたいですね。血がすごいな。こんな血出る。じゃあ反対側ねやっていきましょう。よいしょ。片手で持ち上げながら行くのはね結構しんどいわ。なんかね身からめっちゃ血が出るんですよ。よくないね。あんまりすごい硬い骨で包丁ではね厳しいんで、電のこでいきます。あーやべ。すごいね血が出るんですよ。なかなか刺身で食べるっていうのは難しいのかもしれないですね。
なんで血が出たんだろうこれ。この骨をちょっと傷つけてしまったからなのか、もともと骨折しててなったのかっていう。でもね、結構ねいろんなところから血が出てるんだよな。ちょっとね、食べ物でね遊ぶなって怒られそうなんですけど、皮がね絨毯みたいでね面白いんですよ。こうやってやったらね白くなって、こうやってやったら黒くなる。こっちしたらさ、なんか鮮度悪いのかなみたいな感じするんですけど、スッてやればあら鮮度いいんじゃないのみたいな。はい、ということでこれでね3枚におろし終わりました。でやっぱりねチェーンソーでやるとね、ここはねちょっとボロボロになっちゃいましたね。骨もね見た感じすごいね太いんですよ。指ぐらいね太くて、これをね包丁でスパーンって切るのはねなかなか難しそうですね。でこっからこの腹骨を取っていきます。ではねやっていきましょう。とりあえず外そう。これねすごい難しいです。普通ねこういう感じでいけるんですよ。なんですけどここ間が離れすぎてて、こうなってあれ包丁どこ行ったんだろうみたいになるんで。でね、身はねなんかちょっとカニみたい。どうなんだろう、美味しいのかな。ここは肛門ですね。はい、ではね中骨を落としていきましょう。こんなねでかい魚ねさばくのねなかなか経験できることじゃないしね、すごい楽しみだったんですけど疲れました。真ん中に包丁を入れていきます。この身だけになったところをねやっていきましょう。いろんな人にねあげるんでね、料理しやすいように小分けにしていこうと思います。めちゃくちゃ大きい旗になるとこうやって見割れしてくるんですよね。なんでこの見割れラインっていうんですかね、ここのラインで、切っていきます。でも一旦ねこっちで切った方がいいかも。でかすぎてやりづらい。で身はねもう本当にねブリンブリンな感じ。旗って感じではない。なんかね魚で例えるんだったらハリセンボンみたいな感じですね。で皮がねめちゃくちゃ硬いですよ。使いやすいサイズにね切っていきます。こんぐらいかな。これ嬉しいでしょ、このサイズの切り身。聞き切れば分かると思うんですけど、この皮がねブルンブルンで多分煮付けとかしたらこことかねすごい美味しいと思うんで、あえてね皮を剥がずに、やっていきます。はい、ということでようやくね、完成しました。マジでね疲れた。はい。で僕はこの切り身をね、家に帰って料理していこうかなと思います。